こんにちは、なっぴーです。今日はこちらのシャカシャカスマホケース、これの作り方の説明をしたいと思います。プラバンを使って自分で作っちゃいます。まずは材料の説明から。もう私何本もプラバンの動画載せてるので、ほぼ材料は一緒です。だけど初めての方もいると思うので説明しておきます。まずアクスタが入るスマホのケース、これ私の楽天ルームに載せてありますし、最近流行ってるので出回り始めてるんだと思うんです。ちょっとここがぷっくりしてて、こんなふにゃふにゃの素材です。そしてプラバン、これは100均のダイソーで買ったキュコットプラバン B4 サイズ、厚みが 0.3 ミリです。A4 サイズも売ってるんです。それだとね、厚みが 0.4 ミリかな。厚くていいんですけど、プラバンの縮小率を調べた動画があるんですけど、その時縦横の比率が変わっちゃったりするものがあるので、一番これが私は使いやすくて使ってます。写真を印刷する紙はスーパーファインを使ってます。写真が綺麗に印刷できるんで、あと細かいところ切るのにも写真の印画紙みたいに硬いと切りにくいんで、このペラペラな感じで。コンビニでプリントする方はコンビニのプリント用紙で大丈夫です。あと普通紙、これも型紙作るのに使います。プリンターない方はコンビニのコピー機でプリントしてきてください。それからちょっと用意しにくいのが透明の両面テープ。もうすごい袋シワシワなんですけど、2と無数の透明両面テープです。幅がもっと細いのもあるんで、初めに作る人は細いの買っても十分だと思います。これもよく言われるんですけど、普通の両面テープじゃダメですかって。こっちが普通の両面テープで、こっちが透明両面テープ。こんなに差があるので普通の両面テープは白っぽくなっちゃうんで、こっちの透明両面テープが必要です。透明なのも100均で見かけましたってコメントもらったことがあったので、もしかしたら幅がちょっと狭いかもだけど売ってるのかもしれません。でもあんま幅が狭いとこれに収まるものだったらいいんですけど、貼り合わせると継ぎ目が見えちゃうので、ちょっと太さはある方がおすすめです。それから道具、ピンセット、カッター、顔料系の水性マーカー、あとこれがデザインナイフ。これ先がすごい尖ってるカッターです。ハサミもあったらいいかな。この4つ、両面テープとケースとピンセットと細工カッター、これは私の楽天ルームに載せてありますんで参考にしてみてください。このカッターあまり皆さん慣れてないと思うんで、刃の交換の仕方も後でやってみます。あとカッターマットだ。これいつも白いから撮影するように使ってるんですけど、これ無印のカッターマットで半分に折れたりするんですけど、でもね、ちょっとねざらつきが強すぎて使い心地あんまりおすすめできない。それより無難なこういう緑のカッターマットってやつの方が切りやすいです。あとプラバンを縮めるののトースター、パンくずとかついてるとくっついちゃうと嫌なんで、ささっと拭いとくといいです。プラバンを焼く時に使う雑誌、もういつも登場してんですけど、これはね元は明星かなんかなんですよね。そういう厚い紙の表紙にこのクッキングシート、ワックスペーパーとかのいうのかな、普通のクッキングシートだとねちょっとざらつきがあるんですよね。それが映ったりするんで、こっちの柄のあるツルツルしてるクッキングシートの方がおすすめです。それを
こうしてマスキングテープで留めてます。アルミホイル、これはくっつかないホイル、シリコン加工されてるんですよね。でなおかつ私はこれをシワを入れてなるべくくっつかないように使ってます。ちなみにこの4点は100均で買いました。まずは作るものの写真をどうプリントするか、そこから今回やってみます。私 iPhone 使ってるんですけど、このフォントっていうアプリでいつもプリントしてます。これ無料のアプリです。 A6 サイズ、これにこんな感じでプリントして使ってるんですけど、まずこのフォントのアプリを開いてカメラマークをタップしてプレーンな画像、右上の白い四角をタップするとここに用紙のサイズの指定ができるので、ここをカスタムにしてメモなんですけど A6 サイズが 105×148 で完了。そうするとここにこのサイズの用紙設定ができます。でこの右上タップで使用する。写真配置するのはこの左下から画像追加、これで写真を選んで完了で、もっとちっちゃくしたいんでこれをキュッキュッキュッとサイズを変えます。この時具体的な大きさなんて分かんないんで、この紙に対してこんなもんかなみたいな感じで私は配置していきます。シャカシャカスマホはちょっとちっちゃめの方がいっぱい入るんで、大きめに欲張って写真可愛いからと大きめにしたくてよくあんまり入らないことになっちゃうんで、ちっちゃめの方がたくさん入ります。でこんな感じでポイポイって配置していきます。これ消えちゃうと困るっていう場合はこの右下これでプロジェクト保存、そうするとこれが保存できます。で画像保存にすると写真のところにこの状態のものが保存されます。このアプリ使い慣れるまでちょっとややこしいかもしれないんですけど、さっき配置したのを出したい時はこのカメラマークでプロジェクト、その中でさっきのをポッと出すことができます。今回はこの先にちょっと配置しといたんですけど、これをプリントします。これを画像保存して、無料アプリだからちょっと CM 出てきちゃうんですけど、こんなのは無視して閉じちゃう。エプソンのプリンター使ってるので、エプソンのプリンターのアプリでプリントしていきます。写真印刷にして、でさっきの画像保存したデータを出して、この設定のところで私 A6 サイズで紙質はスーパーファインを選んでプリンターに紙を入れます。この A6 のスーパーファイン、それを印刷。はい、これプリントできました。これでサイズ様子見て、ちょっとちっちゃくしたいんであればこのアプリ上でこれちょっと小さく、結構いけるか、ここまで小さくできるのでここで微調整してもありです。次にこれの型紙用にこれを 250%、2.5 倍で白黒コピー普通紙でします。
A4 の普通紙で倍率を変える。点キーで250って入れます。コンビニでコピーする方は B5 から A4 とかそういうので選ぶんじゃなくて、もう点キー出して250って打てますんで、それで打ってください。これで白黒。これもプラ板によって縮小率違うんで、もし違うプラ板使う人はプラ板の縮小率調べる動画を見てください。いっぱい質問来てめんどくさそうなんで、もうダイソーのこのプラ板使っちゃった方が早いと思います。ちょっと上の段切れちゃったんで、今回はちっちゃめだったんで型紙いちいち切らずに作ろうと思うんで、これ裏側に印刷して使おうかな。ここ上切れちゃってたところがここなら入ってるんで、これ使います。次にこの写真を切っていきます。分かりやすいようにこの子ポンちゃんって言うんですけど、このポンちゃんの写真のこの顔だけを切り抜きたいと思います。普通のカッターでもいいんですけども、ちょっと細かいところを切るに私これを使ってるので、これ紹介しておきます。これがデザインカッターっていうカッターで、こういうカッターはこの刃をパリパリ折っていくんですけど、こっちは刃を交換します。ちょっと切れが悪くなってるんでちょっと交換。こうして抜くことができて、これが買えばだいたい5枚ずつ入ってんのかな。刃先が尖ってるので、すごい気をつけてください。こうしてピンセットとかで取った方がやりやすいかも。これセットして、この回るとこキュッて上に上げつつ回すと、ここがキュッとくっついて固定されます。これで終わり。いらなくなった刃はここに収めて、このケースは古い刃をこうやって入れとくことができるケースです。普通にちっちゃい缶かなんかに古い刃集めて、それで危険物って書いて捨てればいいんですけど、でこの開けたやつここままここ入れて、それでこれとこれは私の楽天ルーム。なんかこれのね軸がもっと可愛いやつがあったんですよ。今ゴールデンウィーク中なんで多分営業してなさそうなんで、ちょっと休み明けにこのピンク買っとこうかなとかちょっと思ってます。ずっとこれ使ってるんで黒しかないもんだと思ってたんですけど、名前はねこれ NT カッターって言って、こっちも NT カッターなんですよ。多分有名なやつなんで、画材屋さんとかハンズとかそういうとこで普通に買うことはできます。でポンちゃんの顔だけを切りたいと思ってるんで、カッター使う時の注意点は、この刃がこっちに向かっていく先に指は絶対置かない。そうすれば怖くないです。カッターの刃が刃先これ30度で、そうすると急カーブギュッてするとパキッと割れることはあるので、急カーブは気をつけてください。オルファのカッターの刃先は微妙にちょっと曲がってるので折れにくいのかなとは思うんですけど、割れるの怖いって方は45度ってやつも売ってます。
であとちょっと修正、この耳の先とかすっごい尖りすぎてたらちょっとこうして切り落としてあげたり。はい、これでポンちゃんの顔を切り抜きました。あともうちょっと複雑そうなのも切っとこうか。細い足がついてるとことか試しに切ってみますね。そうするとね、あんまこれちっちゃく切り抜いちゃうよりこのまま大きい紙のまま切った方がこの左手で持ってられるんで、よくねこう絶対切り落としちゃうとか器用ですよねとかコメントが来るんで、まあこの作業はね向き不向きはあると思うんで、無理そうだなって人はこういう簡単な顔のとこだけとかそういうので作った方がいいです。いつもねこういう切るシーンは倍速とかにしちゃうんですけど、今回はちょっと時間かかって切ってるんだよってところで倍速にしないでそのまま再生で載せてみます。あ、こうね30度の刃だからこうやってキュッて押し付けて切ることもよくやってるかも。普通のカッターはそんなことあんましないよね。こうやってさちっちゃいところはちょいちょいちょいって押し付けて切ってる。こういうとことかこうやって。よし、切り抜けた。ちょっとうまく切れてないとこは修正。こんな感じかな。そしたらこれのプラバンを切っていきます。もうねこれにプラバンを乗せて、周りね失敗したくない人は5ミリ以上取った方がいいんですけど、あんまね5ミリとか取るとこう外目になっちゃった気がするんですよね。こう際のとこ攻めたいんでこのプラバンはそんなに誤差が出ないんで、やっぱ4ミリかな。5ミリまでいかない4ミリぐらいのとこで取ってます。あとこう入り組んでるとハサミで切りにくいんで、あんまり入り組まないで線を引きます。これはここをつなげて。切り方は線の内側を切ってます。で残っちゃったらウェットティッシュで拭き取って落とします。でこう入り込んでる時は裏返して
こっちからも切る。ウェットティッシュで拭いて、あと乾いたティッシュで水分を拭き取ります。これでここできれいになだらかになるように切り落としておきます。後からねヤスリできれいにしようとかね、そんなめんどくさいんで、もうここできれいにします。ちょっとねこう内側に入ってるところどうしてもハサミじゃ切れないって時はカッターで切るんですけど、カッターもね結構難しいんで、あんまりハサミで切った方がいいです。これを焼いていきます。トースターでプラバンを焼いていきます。温度は私は130度ぐらいのところにして予熱をします。焼きムラが出るんで必ず予熱はした方がいいですね。何個も作るんで一度にいっぱい入れちゃえって最初私やっちゃったんですけど、そうすると手前のは焼けてるけど奥のはまだとか、ちょっと手間なんですけど1個ずつ焼いていった方が失敗がないです。これで予熱が終わったのでですね、このシリコンのついてる側のアルミホイルにのせて焼きます。はい、こんな感じで取り出して、あとポイで平らにする。そうすると綺麗に焼けます。これそうだ、アルミホイルちょっとね鉢浮かせといてください。アルミホイルの伝導率、この熱の伝わりが早い素材なんで、この本体の方についてるところはあっちっちですけど、浮いてる方は空気の熱がすぐに伝わって冷めやすいんですよ。だからちょっとね浮かせたところ作っといて、そこピッて持って取り出してます。怖い人は軍で使ってください。で次ちょっとこれ次のは細長いんで、細長いものをね途中で開けた方がくっつきにくいです。これを入れて、これぐらいちっちゃいものはそんなにつかないんですけど、アクスタサイズになるとくっつきやすいんで、まずこうしてね曲がってきたら一回開けて、くっつきそうだとちょっと外出して、でもう一回入れるともうくっつかない。であんま焼きすぎるとアルミホイルにくっついちゃうんで、こんな感じでくっつかずにペッて出せるぐらいのうちに取り出しちゃいます。はい、これでこれも完成。これでちょっと確認、大丈夫そう。
これも大丈夫そう。そしたらこの透明の両面テープに貼ります。周りの両面テープを切り落としていきます。もうちょっとねやりにくい作業じゃそうなんですけど、ペタペタくっついちゃうんで、全部一周切ってくり抜こうとすると大変なんで、ちょこちょこ切り落としていく感じです。こんな感じでこことここ切って、ちょっとこう手につけちゃったりしてでこのはみ出てるとこはこうやってカッターの刃先をキュッと押し付けて揃えていきます。こんな感じ。そしたらこれを貼ります。裏から貼ります。はい、ポンちゃん完成。次こっちもはい、できました。これを貼る。
はい、完成。こんな感じでいくつか作ります。でこのケースに入れていく。 iPhone がちょっと傷になったりするの嫌だなって方は100均で売ってるこういうバインダー用の袋、これ iPhone の形に切って入れるのもいいと思います。 iPhone のね型紙もネット検索で iPhone 背面型紙とか検索すると出てきたんで、そういうのを使って切るといいです。色がピンク嫌だっつったら、私これちょっとトラジャ好きなんでトラジャバージョンで作った時はこういう感じで色の紙を入れてもいいと思います。これだとねちょっと滑り悪いんで、このシートつけて、でここに乗せた方がツルツル動きがいいです。これにポンちゃんを入れていきます。あんまりねたくさん入れすぎると動かないんで、だけどいっぱい入れたくなっちゃいますよね。でこれちょっと湾曲してるんで、端っこにねはまると動きが悪くはなっちゃうんで、なるべく真ん中に寄せて。入れてセットしたら完成です。ほらほら動く動く。あ、ほらこのね周りにちょっとはまっちゃうのはしょうがないんですけど、いろいろ試してみてください。ではでは、今回もご視聴ありがとうございました。